待たせしました。東京クラゲシリーズ変二春 77M 今秋発売が決定しました。やべえ、食っちゃうこれ。ほら食った。よっしゃ。はい、釣れました。変二春 77M 完成版使って。こんにちは。ブルーブルーテスターの清水ゆきです。結構長く足掛け3シーズンぐらいですかね、長いことテストしてようやく完成した竿になります。今日は、2023年シーズン、ちょうど今走りの時期でポロポロ、ちょっとごめん跳ねた。ほら投げなあそこ。変二春 77M なんですけど、こだわった点としては、サワラ専用機じゃないですけど、もうとにかくサワラに使いやすいようにグリップ設計だったり、ミノーのジャーキングする時のティップの感じだったり、その辺にこだわって作ってます。バルバルもジャーキングロッドっていう名前でリリースされてますけど、あれはおかっぱり版として、この変二春 77M も、ジャーキングに特化じゃないですけど、もうほんとジャーキングしやすい竿に仕上がっています。特にね、ブローインの 140J ですかね。もう目いっぱい振っていただいても振り負けすることもないですし、サワラを寄せる時のバットパワーはありながら、ベリーからティップセクションに関しては割としなやかで、邪悪で暴れすぎず、しゃくり疲れも低減するような、そんなセッティングで仕上げています。特にこだわったわけじゃないんですけど、ジャーキングのしやすさみたいなところを追求していったら、竿がすごく綺麗に曲がって飛距離がすごい出るような竿になってますね。結構僕はそんなに気にしてなかったんですけど、周りのスタッフさんだったり、仲間だったりっていうのにちょっと間で振ってもらったりしたら、この竿飛ぶねみたいな意見が結構みんな口を揃えて言ってもらえてたんで、その辺に関しては結構なんですか、後からついてきたものなんですけど、結構特徴的なのかなって感じはします。ごめんね、めっちゃ跳ねたからさちょっとね、今オープニングの途中だったんですけど、あまりにもいい跳ねがあったんで中断です。なんかメタルシャルダスの時もそんな感じだったよね。喋ってると後ろで跳ねるんだよね。全然集中できなくて、シーズン前半ね、こうやってミノーで釣れるんでめちゃくちゃ面白いんですよ。ちょっと個人的にはサワラはミノーのジャーキングでっていう思いが強くて、このロッドもそういうジャーキングロッド、サワラスペシャルでジャーキングロッドみたいな感じで仕上げてるので、もちろん巻きでも使えますけど、ジャークすごくしやすいんで、このブローインと合わせてぜひお手に取ってもらえたらなと思います。やべえ、食っちゃうこれ。今もわって出てたね。ほら食った。よっしゃ。何も喋らないで食わしちゃった。超いいとこ入ったもんね。完璧だった。いやーでかいね。よっしゃー、最高。10時ぐらいのとこにね、もやもやっていうハミが残ってて、しっかり打ち込んでミノーで最高だね。引くね、サワラ最高だぜ。でかい5メーターぐらいあるんじゃない。はいゆっくりね、ここでいなして、よっ、焦らない、ここでね焦らない。船べりね、焦るとナイスやりました。変二春 77M ミノーのジャーキングでとりあえず1本出ました。最高。はい、釣れました。変二春 77M 完成版使ってブローウィンの 140J のジャーキングで
ちょっとね、直接網自体は見えてなかったんですけど、友谷船長がね、11時方向魚いるよっていう声がしたんで、そっち方向にちょっと距離ロングめに出してミノを誘い出して食ってきてくれました。シーズン初めね、まだミノでバンバン食うんで、しっかり打ち込めればこういう魚取れるんで、やっぱね、変に張るしっかりバットパワーもあって、結構ね、細身だけど長さはあるいいサワラだけど、バットパワーでねじ伏せて制圧できました。いい魚だね、最高です。これサワラ釣り結構ね、お客さんとかでも移動の時座っちゃう人多いんだけど、もう船長とこう一体になってこう周りはしっかりいつでもキョロキョロする。でも常に投げれる体勢を作っておく。自分のたらしの長さだったり、その時の人数とかっていう状況もあると思うんだけど、もう投げれる体勢を常にとってキョロキョロしておく。結構ね、このシーズン前半だったり、このワンコーシーズンっていうのはもう一頭間に合うか間に合わないかみたいな、そういう世界なので、もう船長が見つけてしっかり走ってって、はいどうぞっていう時にはもう間に合ってるか間に合ってないかの世界なんですよ。その時にね、どっこいしょって立ち上がってそれから投げるようじゃもう全然お話にならないので、もうこういう羽出しの釣りとかはもうしっかり船長と一緒に探して、もういつでも投げれる体勢を取っておく。でやっぱね、この不意に跳ねた時にしっかり距離を出せて、トラブルが起きないシステムだったり、そういうふとした時に振り抜いてもトラブらない竿のセッティングだったりね、設計だったりになっていると、やっぱサワラ釣りすごく超過につながるので、もちろんね、乗り合い船でそういうのが叶わない時もあるけど、少人数でチャーターする機会があったり、先に釣れた仲間がいて前でちょっとやらせてもらえる機会とかがあったらね、なかなかそういうチャンスはないと思うので、しっかりチャンスをものにできるように最善のアプローチをアングラー側もしていくとすごくいいと思います。ちょっと羽が見えないんで誘い出していきます。やっぱサワラ用で作ってるんで、メインで使ってもらいたいのはミノのジャーキングっていうところになります。そこが一番こだわって作りました。ジャーキングする上でこのティップの返りであったり、この曲がりすぎず曲がらなすぎずっていうところにかなりこだわってティップからベリーセクションは作ってるので、結構なんですか、手元にガシガシ硬すぎて作るような竿だとジャックしてて疲れちゃうと思うんですよ。かといって柔らかすぎるとルアーの入力が弱すぎてなかなか動きづらい竿にもなっちゃうので、そこら辺は両方程よい感じで、特にこの 140J、これに合わせて作ってる部分もあるので、このルアーは気持ちよくジャークできます。ジャークもね、結構こうやってジャカジャカ一生懸命やる人いるけど、結構ね、あれジャークはもうこの1ぐらいのこのぐらいのね、このぐらいの間がめっちゃいいです。動いたルアーがこうパッパッってこう一回止まるイメージ、それがねめちゃくちゃくいい。すごい切られちゃうなとか、当たるけどかけらんないとかバレる人は大概ちょっとね動かすのが早すぎる人。止まってるルアーに対してはね、お腹を狙ってあいつら絶対来るんで、かなりの確率で多分このトレブルフック3本ついてるうちの真ん中食ってくると思う。これさっきのこれサワラのやつなんだけど、新品のルアーってここ狙ってきてんだよね。致命傷を負わせてこう U ターンして食うような習性があるから、一回多分お腹あたりにこうバカッと噛みついてぶった切って結構致命傷を負わせて食ったりするから、そのしっかりね食べるの上手だから狙わせてあげること大事なので、ジャークちょっと苦手な人はしゃくり焦らずちょっとねワンテンポ置いてあげるようなジャークでやってみてください。このヘンニハル 77M、 一応仕様としましてはラインが 0.85 から2号とね、ルアーウェイトが 8g から 40g の表記になってます。一応表記上はその表記なんですけど、結構このバットベリーっていうところが結構パワーがある竿になるので、ここ今こう曲げてもらっても分かると思うんですけど、ここはね結構ね元が強いんですよ。なので、この野郎だったりガボッツ150であったり、この、ね、大型プラグもしっかりこうたらしを長くしてこういうペンデュラム気味でこうバットにこう乗せてあげるような投げ方をしてもらえば全然使える竿になります。一番メインで使ってほしいのはこのブローイン1オンス前後のルアーが一番本当に気持ちよく投げれる竿ではあるんですけど、投げ方工夫していただければ、その秋のランカーシーズンのその大型プラグだったり、ガチペンだったり、そのこの野郎
その辺の大型プラグでも全然使っていただける竿になるので、ちょっとベイト投げるの苦手だなっていう方とか、今は持ってないけどそのスピニングで大型のプラグも使ってみたいよっていう方にもすごいおすすめの竿になります。このグリップですね、グリップ周り、これもうファイトするときにしっかり脇に抱えられる長さかつジャークしたときには邪魔にならない長さっていうのをしっかり研究してそういう長さにしてあります。あとはジャークするときにやっぱこの手元がですね、結構リールシートとかこの辺がガチャガチャしてると擦れたりして痛いので、しっかり握って操作したときにでも手が痛くならないようなそんなグリップになってます。で結構ジャークしてるとリールシートが緩んじゃったりみたいなこともあると思うので、ここはしっかりダウンロックでダブルナット、これすることによってリールの緩みもなくて1日ジャークしてもストレスなく扱えると思います。お疲れ様でした。実調を交えながら東京クラゲ変2春 77M の開発の話、使用などさせていただきました。釣果にも恵まれて、思った通りのタイミングでサワラも出すことができました。ファイトシーン等もあると思うので、魚とのやり取りの時の竿の曲がりだったり、かけた時どれぐらいのパワーがあるかっていうのも見ていただけたかなと思います。あと特徴的なとこで言うと、このブルーブルーらしくちょっとかっこよくこの辺のスレッドとかをメタリックなブルーであしらってもらいました。僕が結構派手好きっていうのもあって、ブルーブルーさんらしく本当かっこよくしていただきました。ガイドは全部チタンの SIC ガイドになってます。チタンガイド硬くて軽くてとってもいいガイドなので、これにすることによって最後竿の持ち重り感っていうのもすごくなくなって軽快な竿になりました。やっぱ軽さっていうのはその1日使ってる上でジャークとか結構竿の操作が多い釣りだと思うので、疲労感に直結するところでもあると思うので、チタンにすることによって疲労感が軽減できて振り抜けも良くなったのはすごいいいことかなと思います。あと多分皆さん気になってる発売時期、ちょっとおおよそなんですが、今のところ10月末から11月ぐらい、今秋中にはリリースできるということなのでお楽しみにしていただければと思います。本当みっちり3年間開発させていただいたこともあってかなりいい仕上がりになってます。きっと手に取っていただけた方には満足していただける竿になっていると思うので、ぜひ気になる方はよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。